鎌倉幕府の滅亡、その頃から活躍してきた千住王は15歳の頃義昭と名乗ります。その後鎌倉の統治などを経て父高氏によって開かれた室町幕府の後継者となるのです。はいどうも皆さんこんにちは。今回は足利義昭についてお話ししていきます。幼少期からの義昭については今までの動画でお話ししてきましたので、この動画では義昭の父足利尊氏が死んだところから話を進めていきます。1358年、足利尊氏が二条万里小路邸にて没しました。こうしてその嫡男である足利義昭が幕府の政治を背負っていきます。しかしこの頃室町幕府は大きな問題を背負っていました。その中でも今回は3つお話ししていきます。1つ目が守護の権限拡大、2つ目が幕府の権威失墜、3つ目が北朝の権威失墜です。義昭はこれらの問題に対応していく必要があり、その対応は息子の義満の代にも引き継がれていきます。それでは順番に見ていきましょう。まず1つ目の守護の権限拡大ですが、高校の教科書ではよく藩税令が挙げられていますね。室町幕府は南北朝動乱の中、足利氏一門や味方した有力武将たちを全国各地の守護に任命しました。守護はその地の軍事権を持っていますので、南朝と戦っていきます。しかし戦うためにはお金や兵糧が必要です。これに対して幕府が出した法令が藩税令です。内容は荘園・公領の年貢の半分を軍事費用として取得していいという内容でした。最初は争いの激しい近江、美濃、尾張に出されたこの藩税令は守護の権限拡大につながります。後に年貢の半分もらえるということは土地を半分もらったということだと考えて、年貢だけでなく土地を奪う守護が出てきたり、奪った年貢や土地を国人と呼ばれるその土地の武士たちに分け与える守護も出てきたりします。現代でいうところの給料みたいなものです。最初は1年限りで3国だけが対象だったこの藩税令は、後に全国的かつ無期限に行われるようになります。こうして黒人たちを家臣団に編成することで、守護は守護大名へと発展していくのですが、守護と家臣の間は利害関係の一致によって保たれているので、家臣が守護の命令を気に入らないときは命令に背くこともありました。このようにして守護は権限を拡大していったのです。次に2つ目の幕府の権威失墜についてですが、南北朝の動乱が一応落ち着いたとは言っても、依然南朝と北朝は分かれたまま、さらにこれまで何度も京都を奪われたので、幕府の権威は落ちてしまいます。御家人たちからすると幕府は頼りないって感じでしょうか。何を隠そう京都奪還に尽力したのはこれらの御家人たちです。そういったこともあり、幕府に仕える武将たちは将軍を舐めていました。これらの武将たちは次第に横暴になっていき、幕府の話を聞かなくなったり、幕府に要求をしたりするようになっていきます。最後に3つ目の北朝の権威失墜についてですが、舐められていたのは幕府だけではありません。北朝の後黄金天皇も同じような問題を抱えていました。後黄金天皇は三種の神器なしで即位した上に、無理やり体裁を整えて即位したから不完全な天皇という印象がつきまとっていたのです。これだと室町幕府としても困ります。室町幕府は北朝の権威によって政治を行っていたから、大元の北朝の権威が弱まったら室町幕府の権威も弱まってしまうのです。こうして義昭は後黄金天皇を全面的にバックアップ、北朝と幕府の権威回復に尽力していきます。このように問題が山積みだった室町幕府ですが、そんな状況を打開するために義昭が動きます。南朝に攻撃を仕掛けるのです。この攻撃に関東から参加したのが畠山国清でした。畠山の軍勢は西へと向かい京都に到着。その後南へと進軍し、南朝の本拠地金剛寺に乱入。幕府軍は金剛寺を焼き払うのです。こうして幕府軍は京都へと帰っていきます。しかし先ほどの戦いは細川清氏と畠山国清の活躍が大きくて、日記義長は遥か後方で戦いに参加していませんでした。以前から日記義長の横暴は目に余るものがあったらしく、細川清氏などの有力武将は日記とあまり仲が良くなかったことも相まって不満を募らせていきます。
こうして細川清次と畠山国清は協力して日記吉長を排斥することを決定。南朝と戦ってくると言って細川清次は京都を出発しますが、それは嘘。本当の狙いは日記吉長でした。しかし日記吉長はこの情報を掴んだらしく、足利義昭を人質にします。義昭の身柄を拘束し、戦いを有利に進めようとしたのです。しかし義昭が逃げたことにより日記の計画は失敗。日記吉長は伊勢に逃れて後に南朝に下ります。こうして日記吉長は室町幕府から排斥されてしまいました。さてこの頃の執事は細川清次、ライバルの日記吉長を蹴落として地位を盤石なものにしていきました。とはなりませんでした。次はこの細川清次が失脚します。権力を集めすぎた細川清次は義昭の命令に背くようなことも多かったらしく、他の権力者の反感を招いたのです。義昭自身もあまりよく思っていなかったらしく、清氏が謀反を企てたとして清氏追悼を呼びかけています。その後清氏は南へと逃れて南朝に帰順。楠木正則と共に京都に攻めてきます。義昭はもはやお決まりのように、この時も後黄金天皇と共に一時近江へと逃げました。南朝が攻めてきたら近江に逃げるというこのお決まりパターンですが、京都の地形は守るのが難しく、攻めるのは簡単だと義昭は理解していたのです。それならわざわざ守る必要はなく、一度明け渡して攻め込んだ方が良かったのでした。その後義昭は京都を奪還。こうして細川清次は四国に逃れて、いとこの細川頼之と戦って討ち死にします。また関東へと帰った畠山国清にも災難が待っていました。鎌倉から追放されるのです。畠山国清が追放された理由については、太平記によると武士の所領を勝手に没収するなど目に余る行為が多かったので、不満を持った他の武士が元氏に追放を要求したと説明されていますが、義昭と元氏が連絡を取り合ってそれぞれナンバー2を排斥したのではという話もあります。こうして鎌倉を追放された畠山国清は両国の伊豆へと落ち延びて元氏の軍に抵抗していきますが敗北。京都の方に逃げ延びて最後には病死しています。つまり京都と鎌倉のナンバー2がほぼ同じ時期に追放されて死んだことになります。こうなると京都と鎌倉のどちらもナンバー2の席が空きます。この後任となったのが柴義行と上杉憲明です。この辺りから執事という名称が変わって、京都のナンバー2を関令、関東のナンバー2を関東関令と呼ぶようになっていき、それぞれ室町幕府と鎌倉府で将軍と鎌倉公方を補佐して政務を統括する職のことを指すようになります。ちなみに鎌倉府では足利元氏と上杉憲明の子孫が代々その役職を受け継いでいきます。そして関令となった柴義行ですが、父の柴高常が義行の後見人をしているので、事実上の関令は柴高常と考えることもできます。こうして幕府内部を抑えた義昭は幕府の外に目を向けていきます。この時中国地方では南朝勢力の大内弘世、忠冬派の山野時氏が力をつけていました。大内は長門と周防の守護に任命すること、山名は宝亀、稲葉、美作、丹後、丹波の守護に任命することを条件に、義昭は彼らを降参させることに成功します。といっても降参というのは建前で、実際のところ大内も山名も幕府と対等な和睦を結んだといった感じでした。こうして幕府内部と外部を抑えることに成功し、内乱状態は急速に収束していきます。残るは九州の南朝型という状況になりましたが、ここで関令を務めていた柴氏が失脚します。常時の変です。幕府の権威回復のために頑張っていた柴氏でしたが、幕府の権威が強くなるということは、関令の柴氏の権威も強くなるということです。次第に柴高常と義行は有力武将や寺社仏閣から反感を買うようになり追放され、越前へと押し延びました。その後義昭はしばらく関令を置かなくなり、自分で政治を行っていきます。しかし病気にかかってしまい、自分の死期が近いと悟ると、息子の義満の将来を案じて四国にいた細川頼之を上洛させます。死の間際義昭は義満と細川頼之を枕元に呼び、遺言を残しました。細川頼之を指さして、お前に父を与える。その教えにたがってはならない。
と義満に伝えるのです。そう言い残した義昭は38歳でその人生に幕を下ろすのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして室町幕府は細川頼之が慣例として幼少の義満を補佐する形となるのです。また義昭と同じ年に関東でも鎌倉公方足利元氏が死去しており、その1年後には関東管領の上杉憲明も死去しています。こうして新しい鎌倉公方は足利元氏の息子の足利氏光となり、新しい関東管領は上杉憲明の息子の上杉義則と上杉友房です。しかし友房はすぐに引退してしまうので、残った義則が管領を務めていくことになります。足利義昭の遺骨は鎌倉の浄明寺光明院に収められました。生前楠木正面を尊敬していたこともあり、京都にある宝鏡院には正面の墓の隣に義昭の墓が建てられたという伝説がある墓があります。楠木正成の子である正面と足利尊氏の子である義昭の墓が横に並んでいるのも感慨深いですが、足利二つ引領と菊水の門が並んでいるのも感慨深いです。さて、次の動画では細川頼之と攻略の政変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。